これぐらいで止めておきます。はい、OK。めっちゃ美味しかったです。なんかお店のはい、やっぱりコンセプトみたいなのってあるんですか？そんなにこう新しすぎない、ちょっと落ち着くみたいな感じの。基本的に居酒屋さんがメインになるんですか？そうですね、はい、居酒屋がメインで、そのなんか切って大阪をオープンする前はもうずっと昼間も通しで居酒屋だったんですけど、オープンした時にちょっと人が足りなくて、で一回閉めたんですけど、次オープンする時なんか普通に居酒屋やるよりかはランチのメニューで一回ちょっとやってみようかっていうので、ちょっと肉水をちょっと作らせてもらってる感じでしたね。カツオかかってるところどこ行くの？だしも昆布水で今やってるんですよ、こんな感じで。はい、これも1日寝かして、ゆっくり抽出したうまみのある昆布水でこう豆腐をつけていくって感じで、湯豆腐みたいな感じの感覚ですね。はい。何丁ぐらいあるんですか？大体50人前はベースなんで、大体25丁は毎日こう入れてる感じですね。はい。でパンパンにして、でちょっと出そうだなっていう時はまたちょっと追加してって感じで。はい。並べていく感じですね。おはよう。だしで炊いてって感じですね。
入ったらこの取り出しをでまた捨てます。どうしても牛バラスライスが多いんですけど、塊肉になるんで、その肉自体に味が入らなくなっちゃうんですよ。でちょっと濃いめにしようかっていうので、鰹節も何種類も試して、もうはい食べたくないなっていうぐらいで、あこれだなっていうのでさせてもらいました。はい。これぐらい止めておきます。はい、OK です。よいしょ。でここに保温するって感じですね。50号ぐらい、まあ炊くときは60号ぐらい炊くときもありますね。はい、無料なんで、ほぼほぼお客さん大盛り無料でおかわりちょうだいみたいな感じで。なぜ無料でおかわりを？やっぱ何でもかんでもあげるのは簡単なんですけど、お客さんのお得感がないとちょっとなんか嫌やなっていうのがあったんで、なのでこうご飯1回おかわり無料の卵は食べ放題みたいな感じで、はい、ちょっとさせてもらってて、お腹いっぱいになります。めちゃくちゃなります。はい。本当卵8個ぐらい使う方とかもいてるんでまあまあ気軽に使ってもらえればなって感じですね。はい。肉豆腐定食の、合わせていきます。
し行きましょうか。うまい。はいよ。1。はいよ。はい。はい、どうぞ。もう1個に1。はーい。お願いします。3です。9の大盛りです。はい、お待たせしました。特製肉水定食有名セットです。はい、じゃあ、はい、はい、お願いします。31番さんです。メッシュで、はい。ただ、これサンドイッチお願いします。ありがとう。はい、おおきに、ありがとうございます。この特製肉水定食を、肉水定食。はい、私です。ありがとう。ね、卵食べ放題になってて、ご飯一回だけ無料になってるので、また一回買ってください。はい、ありがとう。卵たっぷりタルタルなんで、しょぼかったら嫌やなと思って、はい、それがどんどんエスカレートしていきました。いらっしゃいませ。
タルタル普通ですね。牛めしに。はいよ。生でここに。肉水定食で、この人はご飯を牛ご飯飯に変えました。とても美味しくいただきましたボリューム満点でお腹いっぱいです。感じあ、そう、されてました白ご飯やったんで卵を食べ放題って書いてあったから卵かけご飯して美味しかったです。山椒がよく合いました。ほら。お願いします。ここです。はいよ。これぐらいで大丈夫ですか。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、はいよ、ただいま。なんて言ったらいいの。ちょっとその方がクレイジーみたいなことだね。それでは、まもなく。はい、一番さん。あ、初めてです。こう通ってて、出勤途中にずっと気になってて、気になってて、やっと来れたって感じです。ずっと行きたいなと思ってたんです。今日は唐揚げ定食、卵タルタルです。で、私は肉水定食です。めっちゃ美味しかったです。想像してる肉水と違って筋肉とかも入ってて美味しかったです。次は豚の角煮を食べたいと思ってます。なんか横の人がハイボール飲んであって豚の角煮とで次絶対それ食べようと思ってなんかお話しされてましたよね。そうなんです。知らないんか人なんですけどなんか美味しそうすぎて角煮美味しそうと思って見てて、ハイボールいいなーって言ったら喋れました。ずっとインスタは見てて来てみたいと思ってたお店あって、何が気になられてました？最初はなんか肉水定食とかの動画が上がっててんけどちょっとシェアしたい時に肉水やったらちょっとシェアしにくいからで角煮にしてでも角煮正解めっちゃ美味しかった。とろとろやしお大根も味染みてて美味しかったし唐揚げよりタルタルしか見えなくて何あれと思ってたら唐揚げのタルタル付きだったからで今度は本命の肉水食べようかってそうはい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。
タルタルソースにザワークラウトって結構珍しいと思うんですけど、玉ねぎとか、ラッキョとか入れるそのレシピあるんですけど、まあ、ちょっとオーナーと話してて、なんかこのキャベツの酢漬けあったよねみたいな感じになって、あれ入れたらなんかめっちゃ手間なくなるんじゃないっていうので入れたらめっちゃ美味しかったっていうなんか似てるものを探してて、そのラッキョとかなんか甘酸っぱいやつで野菜ってなったらあれが出てきたんですよ。はい。はい、いらっしゃいませ。よし。はいよ。はい、いらっしゃいませ。ただいまです。忙しそうやったよっ。同じこと。何してんの？もう給料いらんやろ。本当か？唐揚げとか。水や、ちょっと整理してました。あ、それは24度ぐらいになってる。あ、これぐらい。肉水用やね。あ、そっか。肉豆腐用じゃない。あ、そっか。こっちにどんどん入れていく感じですね。サクっていうよりか本当なんかアク抜きっていう感じになるんで。はい。来週5時から29名さん4000コースです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとう。そう、ありがとう。まだ来週水曜日。また。黒酢豚。はい。元気よくね。元気よくよろしく。お疲れ様です。いつもお世話になってます。すみません、いつもありがとうございます。お願いします。イエーイ。
はい、もうすげえ。これなんすか？これもそうだ。すごいでもうまい。うまい。これどっちかというとお酒が進むコンですよね。味付けが完璧ですね。強すぎたり強すぎた。もう完全に50円。お待たせしました。クルーズ豚です。大旦那さんって、はい、他にもお店ってあるんですかね？あります、梅田の切手と、天神橋6丁目かの方に本店があります。扇町店の特徴みたいなのってあるんですか？そうですね、切手と、天神橋6丁目のお店はちょっと SNS とかの効果でありがたいことに結構その繁盛させてもらってるんですよ。で扇町の方はランチがちょっとメインになるんですけど、夜の方がそのランチの出汁を使った料理とかもあるんで、ちょっとその切って天満では出せない商品の、ラインナップとなってます。であとちょっとやっぱその若干場所もちょっと離れてるんで、穴場的な感じで団体でも、予約も入れますし、一応その飲み放題のコースとかっていうのもあるんで、わりかしリーズナブルに皆さんで寄りやすいお店になってるんじゃないかなとは思います。めちゃめちゃ美味しかったです。もうほぼ毎週食ってる。もう豚一頭ぐらいいったんちゃう。営業中はもう一人なんでバタバタしちゃうの嫌なんで、もう全部炊く分に分けて、もう入れたらいいようにこういう感じで全部分けてるんですよ。米洗ってっていうのを営業中にやってるともう回らなくなるんで。炊飯器3台使われるんですね。そうなんですよ。これ一応保温にするっていうので2台でずっと炊いてるっていう感じで。5升は絶対炊くと思うんで、とかった料理やってるんで、入店するっていうかは誰かがハマってくれたらいいかなっていう感じなんで、だから味も濃いめですし。卵は使ってますかね。やっぱ味も全然変わります。そうですね。チャーシュー自体が味濃いんで、やっぱそこに卵負けないように卵の黄身の味が濃いやつにしますかね。追加でダブルにしたら1個ご飯のせたりするんで、そうするとやっぱみんなね、いい卵で食べるとこう卵かけご飯じゃないですけど目玉焼きご飯みたいな感じになって
喜ばれると思う。曲がりされない状態っていうのは何屋さん？もつ鍋屋さんです。今ちょっとね、もつ鍋屋さんの方が休憩というかスタッフの関係でちょっと休んでて、夜は今イタリアンが入ってる感じですね。だから昼は定食や夜イタリアンっていうわけわからん店になってますけど、その前は何ですか？その前はここで働いてました。ここもともとカレー屋さんやったんで、スパイスサロンバビルの塔っていうカレー屋さんで何年ぐらい働いてるんですかね。4年5年近く働いててっていう感じですかね。ずっとすごい店長やってたりとかして、で、閉まるってなったんでどうしたらいいかなってなって、曲がりがいいかなと思ったんで、前のここからちょっと離れてるんですけど、そこの店舗で曲がりスタートっていうのが大体2年前ぐらいですかね。2023年の5月ぐらいにスタートっていう感じですかね。で今2年ちょっと経ったっていう感じですね。カレー屋さんの時から実はチャーシューエッグって出してたんですよ、メニューとして出してて、で人気やったんで、じゃあまあチャーシューエッグ1本でやるのもまあいいのかなと思ったんで、まあフライパンさえあればと炊飯器あればできると思ってたんで、それがスタートしたきっかけですかね。ご自身で作っておられる？ああ、そうそう。まあちょっとでもね、なんか皆さんの目に留まってくれたらいいなと思ったんで、みんながおっと思ってくれるような感じでアカウントは作ってる感じですよね。平日も週末も50食限定っていう感じですかね。そうですね、イベントとかやるとやっぱそれぐらいは70人80人ぐらい来るんで、その時はもう50食じゃなくて全然2日で150食ぐらい用意してっていう感じなんで。こう前倒しに開けるとあんまり並ばないので、みんなねちょっとでも並ぶのとか待つのを短くできるのが一番いいと思って。トッピングとしては毛沢東スパイスとガーリックマヨネーズのトッピングが多分一番多いですかね。で目玉焼きダブルにするか、あとはライス大盛りにするか。ご飯大盛りだと大体400から450ぐらいで、ノーマルだと200から250ぐらいですかね。だから50食で、5升ぐらいと考えれば1人1合は食べてるぐらいの感覚ですね。だから多分大盛りの人もおって普通の人もおるんで、そのバランスでそんな感じなんで。
お姫さんどうしました？ノーマルですか？はい。ごめんなさい、お会計だけ先払いになってます。1400円と1200円ですね。いらっしゃいませ。一応さん。そう、そちら椅子座って待ってください。入ったら声かけます。愛知も2時からだって。でも決勝じゃなかったの？ただ単に目玉焼きこうバッてやっただけだとめっちゃ白身流れちゃうんで、それだとちょっと見栄えがかっこ悪いんで、だからこう形整えてっていう感じでやってるんですね。愛知から。いや初めて来ました。はい。スタンダードでしたけど、はい、お腹いっぱいですね。また来たいです。今日何調べてこられたんですか？ TikTok 見て来ました。めちゃめちゃ美味しかったです。どちらから来られたんですか？愛知から旅行で。何ご注文されたんですか？ガリマヤと毛沢東スパイス、ホロホロで美味しかったです。
せん。まあ、うちのチャーシューの特徴としては、なるべくこう分厚く切ってあげるっていうのと、ラーメンとしては二郎系のラーメンが好きなんで、なんかチャーシューでご飯食べれたらなっていうのがもともとスタートなんで、なんで味付けもどっちかというとこう、醤油の味というかラーメンの返しみたいな味付けにしてて、で、胡椒も効いてるっていうのもああいう二郎系も胡椒効いてる感じなんで、そういう感じで僕のチャーシューエッグは作ってる感じですかね。でガリマヨとかもそれもやっぱ二郎系のラーメンにトッピングでガリマヨとかもあるので、だから合わないことは絶対ないので、もうスパイスはもう本当にどこのお店もあんまやってないのかなっていうオリジナルっていう感じだと思うんで、その辺はなんか自分の色を出せてるんかなと思いますね。下に引いてます。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。肉がめっちゃ柔らかくて、で、なんかご飯の進む味がすごい美味しかったです。スパイスも本当になんか食欲がめちゃめちゃ湧いて、本当にご飯が止まんなかったです。ギリギリまでなかなか形保てないやつも中にはあるんで、どうしてもこう分厚いので、分厚くて硬かったらやっぱねしんどいんで、分厚いけど柔らかいっていうのがやっぱいいかなと思うので、部位はもう豚バラしか使わないので、豚バラで柔らかく炊くっていう、簡単に言えばもうちょっと角煮っぽいというか、それをもう最後焼いちゃうっていう感じなんで。ありがとうございます。
の場で。ご注文されたのは一緒は普通のやつですか？思ったより量が多くて大盛りにしようか悩んでたんですけど、思ったより波でもボリューミーで美味しくいただきました。柔らかかったですね。箸で全部切れたんで、ちょうど胡椒がアクセントですごく美味しかったです。何からどのトッピングでどうやって食べたら美味しいやろって考えながら食べるからあっという間になくなったかな。僕はからしとマヨネーズ混ぜて食べました。めっちゃいいですね。味ガツンときて美味しかったですね。ご飯めっちゃご飯めっちゃ多かったですね。もうなんか大盛り、もうなんか漫画盛りみたいな。それを食べきりました。食べきりましたね。余裕でした。案外ペロリでしたね。どこ食べてきた？朝4時に万年食ってる。全部と。一人ですもんね、大体ね。Igualなる、2年丸2年。オープン当初からね。その前にここで出してた味を覚えてて、でミート君が独立すんのやって、ああなくなったと思ったやつ食えるやんってなってからずっとそこからめっちゃもうほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。さすがに言ってると思うの俺。常に豚増しやねんから。結局醤油だれが一番うまい。この醤油だれが美味しいから全部トッピングがいけてると思ってるから、もう常にそれがなかったらご飯に合えへんと思う。もうだからこれは50食以上食べて気づいたこと。お疲れ様です。でも大盛りね食べたいと思うんで、やっぱあんな山盛りご飯食べるっていうのがみんなね嬉しいと思うんで、ああやってビジュアルからちょっとでもこうテンション上がってくれたらいいなと思うんで、そんななんかもうバカ稼ぎしてるわけじゃないですけど、まあ奥さんと2人でご飯食べていけるぐらいはまあなんとか生活はできてるかなと思うんで、まあでもねずっと曲がりっていうわけにはいかないんで、
いつかは自分の店舗をやるっていうしかもうね目標はないと思うんで、どの業態になるんかはまだわからないですけど、もしかしたらチャーシューやらないかもわからないですし、でもやっぱね今こうやって来てくれるお客さんもいっぱいおるので、どうにかこれを続けれるようにちょっと日々頑張ります。美味しいって言ってもらえるその一言のためにこうやってるんかなっていうのはあるんで、美味しかったりもうみんなああやってがっついてくれるのを見るとすごいこうやっててよかったなって思うので、そういうメニューを作ってるんでね、やっぱそうやってみんなが箸止まらずガツガツっと食べてくれることが一番の答えなんかなと思いますね。ご家族でされてるんですか？そうですね、家族でやってて、んで妻もずっと手伝ってもらっとったんですけど、一昨年に交通事故をしてちょっと手首とか腰とかやられてもってで今息子が手伝ってくれて、あ、そうなんですね、はい、でたまに娘も手伝ってくれてもうほんまに家族でやってるからあれの水泳の学生時代を描いた映画「陰陽師ゼロ」。イベントではどういったそうで現場では想像でしたので来てくれます。はいフォームのふわふわ。さあというところでまだまだお話をお伺いしたいんです。残念ながらお時間が忘れてきてしまって。大本浩一さんは自身のファンクラブサイトのブログで交流を聞こえたそうなんですよ。
は厳選した7種類のお醤油のローソンサンプルもあって一品に2つのお醤油今からパン食べるんですか？これね、孫が高知から来てるんですよ。ひ孫が隣におるから朝ごはんしとったの。これは何ですか？お持ち帰りの唐揚げの塩。持ち帰り用の。脱サラです。あ、証券マンです。あ、そうなんですか。すごいですね。でも脱サラで。ほんまや。自分でも驚いてる。若いから勢いで行ったんかな。わからんわ。もうな、ようあんなんやったな。できたなと思うな。28か。職場で知り合ったの。ほんで中華屋さんに見習いに来た時に、私のいとこが店長しとったんです。ほんで田舎帰った時に長崎やから、ほんで車で連れてきてもらって行くわって言うたんはええけど、もうそのまま。それでちゃんぽんもやってるんですか？そう、食べたくなんねんね。そやからちゃんぽんしようっていう。絶対まだ50代よ。一番人気は何になるんですか？もう今唐揚げですね。唐揚げが一番よく出ます。
唐揚げ、オムライス、焼き飯、ちゃんぽん。1日で何回炊くんですか、ご飯。1日で4回ぐらいかな。8升分ぐらいですか。そうだね。どこ行きはるんですか。柄を取りに行くんです。車に乗ってる孫。麺は何種類かあるんですか。麺はラーメンの麺と揚げそば、焼きそば、3種類ともう1個はちゃんぽんの麺が別で。10分か15分ぐらい。さらに物価の上昇率を考慮した労働支出の 1% 減だったため、2年連続本当に明るいのだろうか。ウエスト高松ですからそうですこれを取り出すね。もう臓物の部分はこう雑味になるというか。そうそうしてるスープが濁るんですか。はい、どうも。もったいないけど、こんなところにはこれこう入ってる。
これが、はいこれを取らないのもう歯に食べた食感残るわけ。ただ今マイナス90っていうケースもなっているので、一部本当に現状はこれで右袖ですよっていうところで、この2つはありえないんです。ただそれまで完全に決定書にそのまま否定してるっていう流れ、人からすると、やんなっていうのは分からないです。うちの味付けで食べたら美味しいって食べれるようになったっていう人もいる。28の頃から52年ってことは、80歳なんですか？計算しとったんかい。今気づきました。めちゃくちゃ元気ですね。そうですか。もう外行ったらもうほんまにあんまり歩かれへん。昔はうどん好きやからもう森の宮のとこまで歩いて行ったの。めっちゃ喫茶店行きはるんですか？あ、何してんの？いや、今教えてもらってます。今から休憩11時まで。お友達が待ってんねん。がこういうふうに言ったのが本当に事実と確認されてないのか。どうぞ。取り手熱情。はい。わからない。じゃあすぐに。
とは飯入れてください。2つ。はいよ、鶏手2つ上がります。餃子はね。餃子に今んとこないね。はい、先の鶏手。お願いします。鶏手。はいよ。はい、お待ちどうぞ。はいよろしく。鶏関係あります。持ち帰りは？持ち帰りじゃない。持ち帰りと別に。はい、なった。ちゃんぽんは3つと、生姜1つ。半茶はあと何個？ここ返してるやん。うん。これだけ4枚。まあ単品だけ？単品だけ2つ。オッケー。この簡単に1つ持ち帰り。オッケー。牛餃子見て。はいよ、もう上がる。はい、お願いします。はい、餃子。はいよ。3つや。生姜1個。はい。お待ちどうさまです。あま。売ってない。売ってない。
あとラーメンな。ホームカニ玉中丼店。よー。はい、オムレツ。いいよ。はいよー。おきにどうもありがとうございました。はい、天津。はい、ようやきそば。唐揚げ定食も少々お待ちください。
定期的に来てるんですけど、ここちゃんぽん美味しいんでボリュームあってね、であと唐揚げも大ボリュームで、それたびにいつも来てます。ちゃんぽんとオムライスが一応有名なんですよ。ほんで唐揚げなんですけど、唐揚げはげんこつすぎて多いんで食べれないんですよ。大きいですよね。みんな持って帰ってますよ。確かに。はいよー。はい、大丈夫。はいよ。はいよ。はい、お願いします。はい、食べて。餃子煮られば。春巻き。春巻き。はいよ。
はいよ。まだ入れてんす。はい、取りて。はいよ。はいよ。はい、取り。じゃあ、取った。はい焼き飯、焼き飯。はい焼き飯。はいよ、ラーメン3つ上がります。はいよ。はい、お願いします。これだけは倒してくれ。めっちゃ美味しかったです。いや、もう、はい。はいよ。米ある？お味いかがでした？美味しかったです。量すごくなかったですか？めっちゃ多かったです。衣サクサク、中ホクホク。取り手。取り手。鶏3個。五目チャーハン。ほんで五目チャーハンの半チャンをお持ち帰り。ニラレバーと。はい。ごちそうさまでした。ありがとう。唐揚げ定食とエビ天とオムライス。
食べきれました？いや、ちょっとギリギリギリ食べきれました。やばいオムライスがめっちゃ大きかったですね。思ったよりでかくて、やばかったな。こっち二人がひ孫。あ、ひ孫。ひ孫。熱いから触らないよね。これあーちゃんだろ？ちょっと言わん。多分なんか偉いまた。いやいや、美味しかったです。めっちゃ美味しかった。びっくりした。ありがとうございました。お腹パンパン。ありがとうございます。今日だけで唐揚げどれだけ通ったんですかね。多分100ぐらいは揚げたと思います。なんで笑福亭になったんですか？笑う服って最初ええなってほなちょうど美里さんが絶好調の時でほな手美里笑福亭に行って、で一応許可をもらわなあかんからなお願いして笑福亭って中から出します言って一応サインだけもらったんやけど、だから断りは入ってんねん。あ、そうなんですね。